樹木のですね、こういう樹幹、ここにこう葉がたくさんついております。光を受けて光合成をするわけですね。光合成をしていろんな糖、それからでんぷんとか地中から吸い上げた窒素、そういうものを使ってアミノ酸を作ったり、さまざまなことをこの葉はやっております。葉は一枚一枚寿命があります。葉の寿命というのはですね、例えば落葉広葉樹の場合は基本的に春に芽が開いて、そして秋に落葉します。春から秋、その間冬はですね、葉っぱが全くない状態になりますね。だいたい葉の寿命はどれくらいかというと、一枚一枚の葉はだいたい半年ですね。もちろん暖かい地方の落葉広葉樹と寒い地方の落葉広葉樹では葉の寿命が少し違ってきて、暖かい地方は春早く芽が開いて秋遅く落葉します。寒い地方では逆に春遅く芽を開いて秋早く落葉しますから、だいたい半年もないということもあるわけですね。ですからだいたい半年ぐらいと考えていいと思いますね、平均的にはね。これが落葉広葉樹の葉の寿命です。それに対して常緑広葉樹、常緑広葉樹はどれかに葉っぱが寿命があるかというと、だいたい普通春やっぱり発芽します。芽が開いて葉っぱになるわけですね。常緑広葉樹で一番短いものは翌年の春、ちょうど新しい葉っぱが出てくると時期を同じくして、去年の葉っぱが落ちます。そうするとそういう常緑広葉樹では葉の寿命は1年ということですね。ただ常緑広葉樹はですね、みんなそういうかというとそうでもなくて、中には1年どころか非常に長く数年、5、6年葉っぱがついているというものもあります。一生の間に2枚しか葉っぱを出さないという特殊な植物もありますけれども、基本的に常緑広葉樹はだいたい2年あるいは3年、それぐらいの寿命を持っているものが多いですね。1年のものも少なくはないですよ。少なくないけれど、だいたいカシなんかは2、3年。ただそれも実は状況によって変わってきます。どういうふうに変わってくるかというと、健康な木、あるいは条件が良いところにある木は非常に葉っぱの寿命が長くなる傾向があります。それに対して健康でない木はですね、葉っぱの寿命が短くなるという傾向があります。